もうつけまつげつけてるみたいな感じですねでか大きいんですけどね、乗ったらっていうのはぜひ試乗編ご覧ください。すごい高そうな車に見えるこうなりますよねはい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら、16代目クラウンの最後のモデルとなりました。これで完結編になりますクラウンエステートご紹介したいと思います。試乗もですねこの後にお届けするんですが、今日は内外装と使い勝手ということでですね、このクラウンエステート魅力にぐぐっと迫っていきたいと思いますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。車買ったら白山50、誰でも簡単施工できます。さあ、それではフロントフェイスからご紹介していきたいと思います。クラウン顔といえばこのデザイン、このライトデザインという感じがするんですけれども、その中でもですねクラウンシリーズはグリルの表情がそれぞれ違うというのが見どころです。今回は最後のモデルにふさわしくですね、このエステート非常にドラマチックなグリルになりました。レクサスとかにもありますけれども、こう可変していくね、外板が可変していくみたいな感じになってるんですよね。だからグリルのですねこの上端に近いところは大きく穴が開いてるんですけれども、だんだん間隔が狭くなっていて、最後ですねエンボスに変わるといったような非常に凝った手法が使われています。非常に未来的です。はい、このようにですねボディ下部にはアンダーの開口部ありますけれども、すごく小さいですね。今回ですねこのクラウンエステートは 2.5 リッターのハイブリッドと 2.5 リッターのプラグインハイブリッドの用意があります。撮影させていただいているのはハイブリッドなんですけれども、プラグインハイブリッドとほとんど衣装変わりません。エンブレムぐらいです。というわけで両方ともこれぐらいの開口部になってるんですが、ここも実はこう見えてしっかりとこう穴が開いていて、奥にねラジエーターが見えているので、ここでね十分なその流入量はね稼いでいるということなんでしょう。でここの下の部分が、はい、ピアノブラックになっていて非常に質感が高いです。ここが涙袋みたいな感じの、はい、フォグランプの周りと直結していて、ここもですね縦方向の大きさというのをここで感じさせていますよね。個人的にはこのライトの下のこの膨らみがすごくグラマラスで綺麗だなと思いました。このライトの周りは直線基調で非常にシャープなんですけれども、ここに膨らみを持たすことによってボリューム感、それからね高級感、押し出し感っていうのを表しているかなと思います。はい、もう一つ注目ポイントといえばこのボンネットのこのシャープなラインなんですよね。ここにもうキャラクターラインという言葉で表現できないぐらい大きなへこみ、えぐれがあります。ここがちょっと桜の花びらみたいに、こう見たらわかるかな、ちょっとハート型みたいにこうえぐれてるんですよね。だからここえぐってあるだけじゃなくて、ここでもう一回膨らみを持たせているっていうところがすごく大きな抑揚になってます。さあこのえぐりによってこの目頭がより強調されていますし、またここに大きな膨らみが作られていることによって非常に車を大きく見せているというカーデザインの特徴もあると思います。さあというわけで実際はですねライトはこのようなユニットになっていて、ここは可色になってるんですね。なんですけれども、ここもしかもねそんなに角度ついていないのに、この膨らみがあるおかげでめちゃくちゃつり上がってるみたいな感じでね、非常にシャープな瞳に見えるというような感じだと思います。もうつけまつげつけてるみたいな感じですね。輪郭を強調するみたいな感じのイメージだと思っていただいていいと思います。そしてこのもう今ねいいお天気になってきたので、ボンネットの反射がここでもうくっきりと分かれていて、コントラストがすごく強いですよね。ですのでクラウンエステート、この辺の雰囲気と合わさって非常に外反色の美しさというのを味わえる車かなと思います。さあそれではサイドビューご紹介したいと思います。長でか今日はですねクラウンは4つのボディタイプがありますけれども、この4つのボディタイプ全てをご用意いただいた試乗会ということでですね、ちょっと後ろもわちゃわちゃしておりますけれども、このクラウンエステート以外にたくさん動画をですねご紹介していきたいと思いますので、そちらもご期待ください。さておきこちらのですねエステートです。めっちゃ大きいですよね。ここはクロスオーバーと比べて8センチぐらい高くなってます。ですからすごく荷室っていうもののボリュームを感じさせますよね。そして全長こんな感じ、めちゃくちゃ長いですよね。でちょっとびっくりしたのがやっぱり腰高感だと思います。はい、エステートですのでやはりですねその住居
みたいなイメージで、エステートといえばステーションワゴンというイメージがあると思うんですけれども、これだけの前高がありますので、どちらかというと SUV ね、本当にクロスオーバーに近いようなボディタイプだと思います。だから大きく変わっているのがここのリアサイドっていう風に考えていただけるといいと思います。リアのオーバーハングも伸びてます。やはり大注目ポイントはここだと思います。このリアのオーバーハングが伸びているのと、それから居住空間を感じさせるこの荷室スペース、荷室スペースがすごい工夫たくさんなので後でご紹介しますね。はい、デザイン的にはですね、この辺に1個ラインが入っていて、この、デイピラーあたりのですね膨らみっていうのが非常にグラマラスに表現されています。この辺はですねちょっとえぐったりもできるかと思うんですけれども、全体的にこのクラウンエステートに関しましては中から空気をパンって入れたようなね、張ったような感じのデザインになっていて、で、そのラインでですねいろんなシェイプを出しているので、とても端正なんですけれどもボリューム感もしっかりありますよね。はい、ちなみにですねルーフの方もしっかりと2色の展開になっていて、このルーフレールがついています。めちゃくちゃアクティブに感じさせといて、ここにですねツヤ黒を持ってきて2色展開にすることでエレガントさも失ってないということで、クラウンらしいエステートのね形がちゃんと表現されてますよね。この辺に大きな面とそれからえぐれを持ってきて、それをですね一切のラインなく曲面だけで表しているっていうのがまたすごく上品です。さあそしてタイヤとホイールです。大きいめちゃくちゃ大きいんですけれども、大好きな E プライマシーが入っております。ミシュランです。でこちらの方はですねこのようにね、黒いですねリングが入っておりますので、すごくタイヤが大きく見えるっていうですね利点もあると思います。やっぱりこういうね車に関しては足元の印象がすごく大事だと思うので、こことうまくリンクしてますよね。タイヤがすごくタイヤハウスの中で存在感を示すので非常に大きく見えますし、ショルダーも張っているので見た目もかっこいいですよね。235の45の21インチということで結構大きいです。大きいんですけどね、乗ったらっていうのはぜひ試乗編ご覧ください。で、ホイールのデザイン的にはですね非常にシンプルで、しかも堅牢さを感じさせるものです。一色でですねちょっとガンメタみたいな感じの色が入っていて、カチッとした感じのねカチッとした感じのスポークが入っていて、割とそれがスカスカなので、ちょっと冷却とかもね良さそうな感じも受けますし、この足元にこれだけのものを持ってきてるってことは、こういうところがねやっぱり SUV っぽいですよね。ちょっとねエステートというよりは。そしてルーフ同様ですね下にも黒が使われてます。ツートンカラーなんですけれども、フェンダーアーチからサイドスカートにかけて全てツヤ黒が使われているというところもツートーンになっていて、ここもサンドイッチ効果で非常に締まって見えます。はい、それではリアビューです。リア非常にボリュームがあります。さすがエステートという感じなんですけれども、ここもですね、他のシリーズに比べまして後ろのボリュームがね一番あるということもありまして、ちゃんと面を生かしたデザインになっています。でやっぱりライトがですね一本ズバッと貫かれてまして、このライトのユニットが非常に細いのでとっても繊細でかつ大胆なデザインですよね。ちょっと光らせてみます。はい、これで光ってるかと思います。ライトオンになってます。はい、ブレーキも踏んでます。右、左、ハザードです。このラインがめちゃめちゃグラマラスですよね。そして流れるわけではなくてチカチカと光ってます。こちらのターンランプは3つのユニットに分かれている感じですね。なんか最近もうプレミアムブランドでもあんまり流す手法を使ってるとこすごく少なくて、チカチカさせてきてるんですけれども、こういう流行ってねすぐ行ったり来たりすると思うんですけれども、今のトレンドはこれなのでこれでいいのかなっていう感じもします。でやっぱりライトが大きいのでやっぱり夜間の視認性もすごい高いでしょうし、また何よりもやっぱりかっこいいですよね。すごい高そうな車に見えるっていうのもポイントだと思います。ハイブリッドモデルということもありまして、テールパイプは全く見えない形状になっています。このですね下の部分にもピアノブラックのですね下の下部のところに色が入ってますので、ここもですねルーフと合わせて非常に締まって見えるポイントだと思います。特にリアはですね外反色のパーツが多いので、こういうところに大きなね締め色を持ってくるとギュッとねさらに凝縮して見えるというところもあると思います。さあそれではラゲッジルームを開けてみましょう。今回ですねこのねそれぞれちょっとねクラウンシリーズで困るのがこのラゲッジを開けるところがそれぞれ違うってことなんですけど、置いといて、今回ですねやっぱりエステートなのでこの荷室っていうものにすごくいろんな工夫をしましたよというお話をされてました。まずですねこういうところにいっぱいねフックつけましたよっていう感じなんですよね。なのでこれをですねベースに遊びの道具としていろんなことに使っていただきたいということで、フックであったりとかここにもあるか、
フックであったりとかこういうものがたくさん使われているっていう感じなんですよ。で私の大好きなあのレバーがついてる。いきますよ。ダーンダーン。めっちゃ広くないですか？ちょっとびっくりしたんですけど、実はフルフラットで荷室長が2メートルあるんです。このクラウンは一体どこで売るんだろう。そのグローバルのね考え方がちょっといろんなところによって違う、モデルによって違うと思うんですけれども、トノカバーはめちゃめちゃしっかりしたものが入ってますよね。でもこれ突っ張り棒方式でこうどっちかに力入れたらスポンと抜けます。ちょっとびっくりするぐらい広いんですけど、ね、すごいもの見つけちゃったんですけど、これか。これね、この荷室長2メートルを叶えるためにトヨタ初採用になったこれ、すごっ、マジでめっちゃ広くなった。やらずにいられないんですけどどうしてもやらずにいられないんですけどこうなりますよねカタログにもあったもん。こうやってたもん、綺麗なお姉さんが。いや余裕。これ今年絶対キャンプ行こう。これで候補者借りてレポートしますね。すごっ、住めるエステートだったお得意さんみたいなこと言っちゃいましたけど、これはすごいわ。めっちゃ広いた。あ、ここね、ここだけね、ここだけね、これだけ気をつければ、いやこれ寝れます本当に、いい感じ。もうこのまま今日朝早かったので、いやめっちゃいいです。すごい、ほとんどフルフラット。大体の人があっち頭にすると思うんですけれども、こっち頭にしてもあんまりしんどくないぐらいフルフラットです。しかもトヨタといえばあれがあるんですよね、アクセサリーコンセントね。これでキャンプ無敵、無双です。無双。うわー、感動の広さ。これはすごい、めっちゃ使える。思った以上にすごい。さあそれではインテリアです。こうやって広角で見るとめちゃくちゃ長く見えると思うんですけれども、はい、ドアの内側もめちゃくちゃ綺麗です。で中はちゃんと革張りになっていて、こういうところも全部柔らかいです。でしっかりとツートーンでね質感も出してますし、このドアノブのところとかがちょっとブロンズっぽくなっているのもおしゃれです。さて今回ですね、インテリアのカラーはですね3色展開となっていますけれども、撮影者にお借りしたのはこのタンのようなね非常に上品な茶色です。またですね、淡い色の内装とは違った落ち着きみたいなのもあってね、とっても癒される内装だと思います。これがねちょっと外装とリンクしていてめちゃくちゃ綺麗ですよね。はい。で、シートなんですけれども他のクラウンシリーズと統一されています。非常に大柄なんですけれども、蝶々が羽を広げたみたいなデザインになっていてとてもエレガントですよね。すごく綺麗だと思います。でこうパイピングのところとかにもゴールドが使われていてすごく上品なんですけれども、ピリッとエッセンスが効いているみたいな感じになっていて、ここも見どころたくさんあると思います。ちなみにですね、これパーフォレーションレーザーになってますけれども、これ機能部品でもあります。ベンチレーションもそれからシートヒーターもついているので、これもうめちゃくちゃ涼しいです。クラウンのベンチレーションめちゃくちゃ涼しいです。これねちょっとぽっちゃりした人でも全然大丈夫。あっという間に冷えるので、ここはねすごいいい機能部品です。はい、それでは乗ってみたいと思います。はい、さっき申し上げた通りですね、このトリミングに結構ですねブロンズカラーがたくさん使われているっていうのがデザインのポイントかなと思います。こういうところもねいろんなところにブロンズが使われていて、この茶色とリンクして非常に美しいです。そしてですね、エクステリアも水平基調を、非常に多く使われているということで、シャープでクリーンなデザインが特徴ですけれども、インテリアも超水平基調です。ですから、この辺のモニターとかこの辺のダッシュボードとかがめちゃくちゃまっすぐなんですよね。かと思いきやこういうところがですね穴開いてたりとかしてこう浮いてるみたいなデザインになってて、ここもねデザインに一癖あるんだけれども見た目シンプルみたいな感じでひねりのあるデザインになってますね。はい、それではスターターオンにしてみたいと思います。いきますね。めちゃめちゃ綺麗ですめちゃくちゃ綺麗ですよね。ちょっと今ね撮影のためにライトをつけてたので暗くなってますけれども、はい、こんな感じです。地図の方が全面表示されますけれども、これディスプレイオーディオと、それからメーターの方がですねフル液晶になりました。でこの液晶の使い方、こっちのメーターの使い方がちょっと癖があるので、ここはですねぜひオーナーさんが習得してから乗っていただきたいんですけれども、ちょっと階層が深くていろいろ機能がありすぎてね使い切れないなっていう方も多いんじゃないかなと思っちゃってます。でそれがここで操作できます。でこんな感じにすると、はい、こんな感じでねいろいろとこう柄が変わっていくよと。
それから機能が変わっていくよという感じなんですけれども、この真ん中のところもですね、この上下ボタンで OK を長押しすると詳細設定になるんですよね。でこれで変えられると。このね、長押しだったりとか短押しだったりとかが結構ねちょっとややこしいんですよね。でこれにすると地図になったりとか真ん中にね地図表示ができたりとかするよという感じなんですね。でこれでドライブインフォをこう変えていけたりとか表示させたりすることができるよと。でこっちも左右でいろいろ変えれるよと。見えますかね、ちょっと光ってるか。はい、こんな感じでいろいろとね変えていくことができるよっていう感じなんですけども、それがここで一回この OK を長押ししたりとか短押ししたりとかしてちょっと調節していかなければいけないよっていうのがあるので、ここを気をつけていただきたいのと、あとですね、トヨタ今ですねナビを設定していなくても前の車がブレーキ踏んだりとかあと白線読んだりとかしてそのカメラと連動したソフトな運転支援をデフォルトでもう入れてくれてるんですよね。でそれもこの中で選べるんですけれども、この設定っていうところを入れると、はい、この画面になってくるんですよね。でこれで、レーンデパーチャーアラートとかね、ブラインドアシスト、ブラインドスポットモニターかとか、ちょっといろいろとこう頭がたくさん使わなければいけないのでいろいろと割愛しますけれども、こう難しいんですよ。この全部そのアルファベットの頭文字で3文字もしくは4文字になっているのですごく難しいんですけれども、これはディーラーの人に説明聞いてもらいながらいろいろと選んでいただけたらいいんですが、これはヘッドアップディスプレイのねメインのディスプレイの操作画面になります。で車両設定を選ぶとですよ、はい、このように休憩提案とかアドバンストドライブとかでそのソフトなですね運転支援がこの中に入っているんですが、これかな PDA かな、はい、PDA っていうのがドライバーのアシストを行うものなんですけれども、これの今支援感度が2になってます。でこれを強くしたりとか弱くしたりとかすることで例えばドライバーのそのカーブの時のアシストだったりとか、それからハンドルのアシストだったりとかブレーキのアシストを変えることができます。でこれがね、私もこれなんだっけって思うぐらいちょっとややこしいんですよ。この SA ってなんやねん、 DA ってなんやねん、 OAA ってなんやねんっていうのはちょっと下に注釈入れときますけれども、とにかくステアリングとそれからブレーキとそれからソーダのアシストと思ってていただいていいと思いますので、こちらの方がですねあるよという感じなんですけれども、ここすっごい難しいと思うのでちょっとありなしをね試していただきたいんですが、私はこれ慣れるとあった方が嬉しいので支援感度はそうですね3でもいいのかなっていう感じもします。今回2でいきましょう。はい、でここにドライバーの感知カメラがあって、休憩とかこういうの見てくれますし、まっすぐ見なさいよっていうのを教えてくれるのがこのカメラですね。でこちらが、ディスプレイオーディオで、これも非常に機能は分かりやすくなってきました。でトヨタのこのナビに関してはトップ画面っていうのがなくて、ここに全部ショートカットが入ってて、であとはもう音楽とか普通に電話とかで、これはアシスト系ですね。こういうのをコネクティッド系がこういうのになっているので、それぞれですね、機能がいちいちこうねトップページに戻る、トップページという概念をなくしたということなので、トップページがなくても、このように使えるよといったようなものです。はい、そしてですね、クライメートこんな感じになってます。先ほど言ったですねこちらの方がこれねちょっとややこしいんですけど、こっちは下でこれはこれでボタンになってるので、例えばベンチレーション入れたかったら押す、ここじゃないんですよ、ここを押すみたいな感じになってて、これもシートヒーター入れたかったらここを押すみたいな感じになってます。ここにステアリングヒーターがありますので、ここもですね覚えておいてください。それからこれがめっちゃいいんですけど、これね携帯の画面をこっち向けて差し込むタイプの非接触充電です。でこれあんまりミスがないので、私は個人的にこの入れ方大好きですし、場所は取るので大きい車しか無理かもしれないんですけれども、置くタイプよりも断然こっちの方がいいんじゃないかなと、安全性の面でもねこういうのがいいかなと思います。BMW とかミニとかでもこの差し込むタイプのやつありますけれども、この方式で全部いいんじゃないかと思うぐらいこれ私大好きです。でドリンクホルダーとマルチホルダーみたいなのがあって、ここにタイプ C が2つですね。それとシフトレバーで、この辺にドライブモードがあって、さらにここがオートブレーキですね。それから EV モードの選択もあって、これは、横滑り防止のオフですね。こういうものもあります。はい、でここがこんな感じでグローブボックスになっていて、あとこれですよ、クラウンといえばね、運転席側からこのシートの
電動シート動かせるよといったようなスイッチもちゃんとついてます。さあそれではリアシートいきたいと思います。はい、リアシートもですね、前のシート同様非常にデザイン美しいです。でここもすごいちゃんとこっから始まってない、後ろから始まってるわデザイン。なるほど。これちょっとフォレスターの時にお話ししたことがあって、フォレスターもこっちからデザイン始まってるんですよ。でも大体の車ってこっからデザインが始まるんですよね。前のドアと同じ衣装にしようとするから。けどほらクラウンも前のドアこうで後ろのドアがこうで違うデザインちゃんと作ってる。クラウンもちゃんとやってるじゃん。あら、言ってないだけでちゃんとやってるじゃん。あらすご。ちょっとね、スバルさんは他のメーカーはあまりやってないって言ってましたけど、クラウンやってました詳しくはフォレスター動画をご覧ください。1本目の動画でお話ししてます。でこのリアシートも、非常にゆったりしてますね。ふっかふかだし。はい、乗ってみましょう。フットボックスはちょっと高めですよね。やっぱりね、すごく浅いです。そしてこのトンネルも少しありますけれども、そもそもそのヒップラインがそんなに低すぎないのでよっこいしょみたいな感じではないのは非常に乗りやすいですね。でシートの座面がとっても長い。これはちょっと人によって好みが分かれるかもしれないです。私の場合でも結構後ろにしっかりと腰掛けてしまうと座面が膝の裏を結構押しちゃうので、子供さんとかは割と足ピーンってなっちゃうかもしれない。ちょっとこの辺は気をつけてみてください。でシートベルトしてみます。シートベルトのね、この受けがすごい差しやすいんですよ。これも最高。はい、こんな感じです。めっちゃゆったりです。シート自体はあんまりグリップないです。でこれはちょっとレザーっていうこともあって、こうね左右に結構運転荒い人とかだとザーってなっちゃうかもしれないっていうぐらい結構フラットです。その分ですね、あんまり締め付けもなくゆったり座れるかなっていう感じもあります。でここにちゃんとドリンクホルダーとそれからニーレストがあるといったような感じですね。ご覧の通り非常にこの膝前が広いですので、ここはゆったり乗っていただけるかなっていう感じもします。はい、ちなみにですね、水ゾーンのエアコンちゃんとここにですね、タイプ C が2つあるというところもいいですし、はい、実は大きなですねムーンルーフがついております。ここもとっても快適そうです。そうそう、この下にもですねアクセサリーコンセントがありますね。ですからここから電源取ってお仕事パソコンでカチカチみたいなこともできちゃいます。というわけで今日はこちらクラウンエステートの内外装と使い勝手ご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。非常に見どころたくさんあります。でも走りもすごい良かったので、ぜひですねこの後の試乗編もご覧いただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。